こんにちは、ゆうたです。今日はケオキテキルームにやってきました。ケオキテキルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりのような時にさせてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はさやさんとかいさんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあさやさんから自己紹介をお願いします。さやと申します。都内の IT 企業でセールスをしてます。3年目 OL ですで、休日の過ごし方はよく隣の彼とサイクリングしてピクニックに行ったり、友達とご飯巡りですとかカフェ巡りをよくしてます。はい、じゃあかいさんお願いします。はい、かいです。お願いします。同じく IT 企業で会社員をしてます。3年目です。休日はクロスバイクを持ってるので、それで都内を走り回って買い物をしたりだとか、あとラーメンとかをよく食べてます。はい、以上です。よろしくお願いします。こちら今回紹介していただくこちらのご自宅が 1LDK、はい、だいたいスペース何畳ずつぐらいあるんですか？LDK がだいたい 12.5 畳だったかな。はい。で、隣のワンルーム、寝室が6畳ぐらいです。はい。というわけで、2人暮らしのお部屋ということで、それぞれのこだわりのアイテムをちょっと紹介させていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まず最初、こちらのダイニングテーブルについてちょっと紹介をしていただきたいなと思います。まずじゃあテーブルからそうですね、お尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入されたものですか？こちらは、ノーチェっていう家具屋さんが都内何店舗かあって、そこで買いました。この木の感じと足の色が結構良くて、あとなんか正方形なのも部屋にちょうどサイズ感とかが合いそうで、もう入った瞬間、あ、これだなってなってその場で買いました。はいはい。あとは椅子ですね。椅子が2脚。これちょっと微妙に色も違うんですよね。そうですね。ちょっと変わった形で後ろ手に足があるっていう感じじゃないので面白いなと思ったので、意外と座り心地もいいなって感じで、革のこういうダイニングチェア欲しいなっていうのも考えてたので、即決でこれも買っちゃいました。これは吉祥寺のクラッシュゲートっていう家具屋さんで買いました。2脚ともあれですか？クラッシュゲート。あ、そうです。その場所で色違いで。ありがとうございます。テーブル上にあるティッシュボックス、ちょっと生活感を消したようなアイテムだと思うんですけど、これはどちらで購入されたものですか？これ IKEA で買いました。これ大体おいくらぐらいで売ってるんですか？結構安くて1500円ぐらい。あ、そんなおしゃれにできるところはできたいなと思ってるので買いました。あとはテーブル上にマグカップが2つあると思うんですけど、これはまたどちらで購入されたものですか？これは私の地元が鳥取県なんですけど、鳥取県のスターバックス限定で発売されてるマグカップなんですけど、何かありますか？こだわり。職人さんが一つ一つ手作りで作ってるみたいなので、微妙に一つ一つ形だったりが違うみたいで、すごく色合いも形もすごく可愛いので、よくこれでコーヒーとかカフェラテ作って飲んでます。これはもう今は販売されてないんですか？多分してると思います。結構何回かその地元に帰った時に行ったんですけど、毎回売り切れてて。あ、でも人気なんですね。結構人気で、たまたまゴールデンウィークに帰った時にあったので2個買いました。ありがとうございます。はい、続いてこちらのスペース紹介していただきたいんですけど、ここは主にどういったものが置かれているようなスペースになりますか？ここは観葉植物結構置いてたりとか、あと棚とか DIY したものとか結構置いてたりします。趣味のものとか、あ、そうですね。ギターだったりだとかボードゲームとかも置いてたりするんで、ちょっと順番に
お尋ねをしていきたいんですけど、じゃあまず左側から白いゴミ箱ですか。これもなんかミニマルなデザインですけど、ちょっとあんまりゴミ箱らしいものが欲しくなかったので、形とデザインがいいものを探して購入しました。確か3、4千円ぐらいで、はい、買ったものだったと思います。だいぶ生活感はまたこれもなくなりますよね。そうですね。パッと見ただけじゃゴミ箱ってあんまり分かんないような形でお気に入りです。そしたらじゃあそのお隣の植物ちょっとお尋ねしたいんですけど、これはなんていう？これはモンステラっていう植物で、ホームセンターで買ったものになります。なんかもともとは3枚ぐらいしか葉っぱがなくて、高さもこのぐらいだったんですけど、伸びるのが非常に早くて、今このぐらいの大きさになってきたんで、あっちを植え替えたりだとか、あとは近くの公園で落ちてた木を使って上に伸びるように、綺麗に。そうですね、ちょっと整えたりとかして、今こんな感じになってます。在宅勤務が基本になってるんで、できるだけ癒しというか自然なものを置くようにしてます。ちなみにこういう観葉植物は普段行きつけのお店だったりよく買いに行く場所とかあったりしますか？ホームセンターと、あとちょっと自転車で走ったところに尾崎フラワーパークっていうすごく大きな植物をたくさん売ってるお店があって、そこで鉢とかおしゃれな観葉植物とかも売ってたりするんで、そこで買ったりしてます。お隣ギターだと思うんですけど、これはどういうあれなんですか？これはサイレントギターって言って、身体とかで楽器とかをあまり大きな音で鳴らせないような人向けに作られているもので、聴くだけだとあまり音しなくて、イヤホンとかアンプとかにつなげることによって音が出るようなギターになってます。結構もともとこういうギターとかの演奏は昔からやられてるんですか？大学生の頃にギター関係の部活に入ってたので、そのまま趣味として続けようかなと思って購入しました。ギターって結構ピンキリだと思うんですけど、サイレントギターはこういう形のは基本的に確か7万とかそんぐらいですかね。ギタースタンド、はい、これはどういう感じになってるんですかね？これはこの棚自体が、は自分たちでなんか木を切ってネジで留めて作ったものなんで、そこにちょっとここ見てもらったらあるんですけど、繋がってんのかこまあ、自分たちで作ったものなんでつなげちゃっていいかなって思って、同じく近くの公園で拾ってきた木をこの下にネジでくっつけてスタンドっぽく作ってます。れ？すごいですねこれ。しかも棚とかを切るところからやったんですか？そうですね、結構ホームセンターとかで、木を買うと指定した長さにカットしてくれるみたいなサービスがあったりして、そういうのをうまく使ったりとか、切りやすい木だったらノコギリ買って切ったりしてます。結構こういう DIY とかはお二人ともお好きなんですか？そうですね、なんか自分たちで作れるものがあればやっちゃおうぜみたいな感じでやってます。結構大変でしたこれ作る結構音が出ないように静かにの？ああそっか。切ったりだとか、初め釘で留めようとしてたんですけど、釘だと全然入らなくて、音がすごくてコンコンする音が、なんで結果ネジでやったらうまくいったみたいな感じででこの棚には漫画とかが趣味で、はい、結構こういう漫画とかもお好きでたくさん集めてるって感じなんですかね？そうですね。結構少年青年漫画たくさん読むので、実家に私の方で買って持ってたものをちょっとこっちに持ってきて、キングダムだけここには入れてます。キングダムは今も読んでますか？読んでます。結構じゃあこういう2人とも趣味は結構共通の部分が多いというか。そうですね。漫画読むのも2人ともすごい好きで、お互い好きな漫画が共通点たくさんあるので、よくその話をしてます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて棚の上の切り抜きですかね、雑誌の。はい。これはなんかもともとこういう作品なんですかこれ？古本屋で買ったちょっとなんかおしゃれなメンズファッション雑誌の1ページをちょっとギリギリ破いて入れました。
破け方具合なんか絶妙に破けましたそうですね。それ彼が言ったんですけど絶妙に絶妙に破いていい感じにしてくれましたハマってますねあとまたこちらにも植物がねあると思うんですけど、はい、この植物は何ていう植物ですか？これは確かフィカスルビーみたいな名前だったと思います。ちょっと上の方が赤くてなんかルビーっぽいんで、そういう名前なんじゃないかなと思ってます。そういう名前なんじゃないかなこれって今買ってどれぐらい経つんですか？これは1年経たないぐらいですかね。10ヶ月とか11ヶ月目ぐらいで、これ自体も先ほどお話しした尾崎フラワーパークで購入して、多分購入した時はこのぐらいだったと思うんですけど、伸びてここまでなりました。じゃあまだ結構大きくなりましたね。そうですね、わかりました。黄色い椅子の上ですかね。またこれもポスターが飾られると思うんですけど、これは何の作品ですか？これも実は家のポストに入ってたチラシをカッターで切って入れて。何のチラシだったんですか？これは確かヒステリックグラマーの雑誌というか機関誌みたいな、なんか忘れましたけど、たまたま入ってて、額縁を買ってて中に何も入れるものないなってなった時に、試しにこれ入れてみようかって言って入れたら、ハマってくれいいねってなってなるほどね。はいはい。またそのお隣にヴィンテージのこう棚といいますか、これはどちらで購入されたものですか？代官山か表参道にちょっと前まであった MF6 っていうヴィンテージ家具を中心に置いてる家具屋さんがあって、フランス製の1980年代ぐらいの帯銅テーブルが売ってたので、すごい可愛いなと思って2人ですぐに購入しちゃいました。今ここはディスプレイというか、お気に入りのものを置いて使ってるみたいな感じですか？そうですね、はい。ちょっとこれが知り合いにもらった造花、ちょっとおしゃれな黄色に輝く造花みたいなのがあるので、それを飾ったりとか、はい、後ろにラビリンスっていうの私の実家にずっとあったボードゲーム置いてみたらすごいハマったので置いたりとかしてます。いろいろパーツみたいなのがあって、中が迷路になってるので、それを動かして自分の持ってきたいところになんか物を移すみたいな、そういう全然説明うまくできないんですけど、なんかそういう感じの結構頭を使うボードゲームです。そうなんだ、ありがとうございます。こちらも引き続き、趣味のものとかそういったものが多いスペースって感じですかね。この緑のスタンドライトって言ったらいいですかね。はい、これはどちらで購入されたものですか？これは購入したお店とかは覚えてなくて、ネットで検索して出てきたところで買ったんですけど、もともとなんかこういう形のライトっていうのがバンカーズランプっていう種類というかジャンルのライトらしくて、たまたまなんかインスタとかで見てた時に部屋に合いそうだなと思って探したところ、これが出てきたので買いました。結構なんか夜とかになると光が当たってここら辺が緑にちょっとなったりとか雰囲気が変わるので結構お気に入りです。珍しいですね。まずじゃあスピーカーからお伺いしてもいいですか？はい、このスピーカーがスーディオっていうメーカーですかねで購入したんですけど、このメーカーは北欧系のブランドで、もともと私が昔有線のイヤホン使ってた頃にここのもの使ってたんですけど、結構カスタマー対応というか印象が良かったので超リアルなそうですね、故障した時とかも真摯に対応していただいたりしたので、そのままこのメーカーは使ってます。どうですか、音質とかそういうのは使って結構いいですね。低音もしっかり効いてて、音も大きい音が結構出るので、お気に入りです。そしたらじゃあまたそのお隣の方にお花のモチーフのキャンドルスタンドですか、これは。はい、そうですね。これヤフオクかな？メルカリかヤフオクどちらかですね。で、はい、買ったものなんですけど、ちょっと珍しいお花のキャンドルライトで、すごいつけると可愛い感じに光って雰囲気も出るので、よくお風呂上がりとかにつ
けたりとかしてます。あとは下の方ですね、下の棚にライブラリースペースというか、結構ここも本が漫画だったりビジネス書だったり、いろいろあると思うんですけど、右の方というか真ん中の方かな、なんか展示とかのそうですね本ですかね。はい、はい、私が結構よく美術館とかもともと行くので、その時に好きな画家さんのこういう本とか買ったり。こういう感じですね。そうですね、吉田博とマグリットがすごく好きな画家なので、こういうので買ってたまに見たりとかしてます。はい、なんか最近行って良かった展示とか何かあったりしますか？そうですね、ボストン美術館展この前行ったんですけど、結構日本画とかもしっかり置いてて、点数ちょっと少なめではあったんですけど、じっくり一つずつ見られてすごい面白かったです。ありがとうございます。続いてじゃあまた上に戻って、こちらプロジェクターですかね、ちょっとお尋ねしたいんですけど。はい、このプロジェクターはアンカーのショップで購入しました。渋谷のパルコにアンカーショップみたいなものがあって、そこでたまたま見てた高性能なプロジェクターがちょっと安くなってたんで買っちゃいました。これがスタンドになるんですけど、今スタンドはヘッドホン置きに使ってますどうですか、やっぱ高性能のプロジェクターの良さっていうのはどこにあるんですか？そうですね、結構これ光量が強くて明るく鮮明に映るので、映画とかははっきり見えますし、あとはスマホとかに接続できたりするんで、手元で操作できたりだとか、 YouTube とか Netflix とか Amazon プライムとか、そういったサブスク系のサービスも全て使えるので結構重宝してます。映画好きな人とかは結構あったらやっぱ。そうですね、わかりました。そのお隣に大きなアート作品があると思うんですけど、これについてお尋ねしてもよろしいですか？これ、私が大学生ぐらいなので、5、6年前ぐらいに友達と行った二書店の販売で買ったポスターです。結構こういう西洋画みたいなのもお好きなんですか？そうですね、ミシャもすごく人気ありますし、やっぱ可愛いので好きですし、あとはちょっとシュルレアリスムの画家、先ほど紹介したマグリットだったりとか、あとは風景画とかが好きなので、そういったものをよく美術館見に行ったりとかしてます。なるほど、ありがとうございます。そしたらじゃあまたちょっと下のライブラリースペースに戻るんですけど、右側にテネットの、これは本ですか？そうですね、日本に数千部しか入ってないメイキングブックですね。それの中見てみると結構絵コンテとかあったり、撮影の秘話みたいなのをすごくたくさん情報を載せている本ですね。めちゃくちゃ面白そうですね。はい、クリストファー・ノーラン監督がすごく好きなので、はい、テネットは映画館にたくさん見に行ったりしてすごい大好きな作品なので、これも購入しました。ありがとうございます。でじゃあこちらのソファー周りを紹介していただきたいなと思います。まずじゃあこちらメインとなるちょっとソファーからお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入されたものですか？これどこで買ったかは忘れちゃったんですが、革のソファー欲しいなと思ってちょっとコスパのいいものを探していたら、部屋の雰囲気に合いそうな柔らかめの革のソファーを見つけたので6万円弱で購入してます。すごいお買い得なアイテムを見つけられたんですね。はい、本当は本革のソファー欲しかったんですけど、ちょっとまだ手が届かなかったので、一旦ちょっと本革に近い素材のものを使ったソファーを、買いました。どうですか、座り心地とかは？すごい柔らかいのでふかふかですごく座り心地いいです。座ってみてください座ってみてください。こんな感じで。こんな感じで結構でも横があると3人ぐらいなんか頑張れば座れる。そうですね、割と広めでゆったりしてるので、よくここに横になって休んだりしてます。ありがとうございます。そしたらじゃあソファーの頭の方ですね。レコードですか、これは？はい、これエミネムのレコードなんですけど、一人暮らししてた頃に近くにレコード屋さんという古本屋みたいなところがあって、そこでエミネムの昔のものがあったので買いました。この家まだレコードプレイヤーがないんですけど、近々買おうと思ってて、それ買った暁にはこれを外してこ
これをついに解禁する時がそこで1曲目はこれでいこうかな。ああもう決めてるんですねはいなるほどわかりましたソファーの横にあるアームライトこれもすごいヴィンテージのライトっていう感じですけどと見えるんですけど実はこれヴィンテージとかではなくてこのアームライト探す時にインダストリアル系の結構無機質な感じのライト探してて、ネットで探してたらたまたま韓国の無印良品のもので売りに出されててそれを購入しました。買った時は全部真っ白だったんですけど部屋に置いてみるとあまり部屋の雰囲気に合わなかったんで塗装剥がしを使ってここを塗装剥がしたりだとかここも色削ったりしてそしたらなんとなく部屋に馴染んだかなと思ったんで今こういう感じになってます。いろいろご自身に手を加えてこう今このライトになったということでここが塗装の剥がし残しがすごいですねここは剥がせなかったんです。あ結構熱くて、はい、なるほどね逆にいいかなと思って、はい、はい、確かにムラがある感じですよねはいはい、ありがとうございます、はい、それではじゃあ今度はソファーの前にあるこちらのローテーブルからお尋ねしたいんですけどこれはどちらで購入されたものですか？これはローヤで購入したものです。もともともうちょっと足長かったんですけどちょっと高すぎるなと思ったので2人でこの足を5センチほどノコギリで切ってすごいですねいい感じの高さにしましたもう何でも作れちゃいますちょうどこのソファーと同じぐらいの高さになった方がなんかうん、まあ収まりが良かったんで、はいこれちなみにおいくらぐらいでこれ購入されたんですか？意外とそんなすごい高いわけではなくて1万円とかぐらいかな、1万円ちょいぐらいですかね。あとはこちらのテーブルの下に敷いてあるラグですね。これについてもちょっとお尋ねしたいんですけど。このラグは鎌倉にあるアスランっていうペルシャ絨毯だとかそういった絨毯を取り扱ってるようなお店があってたまたま道を歩いてたところまだラグ買ってないなってなって入ったらこの柄が結構ドンピシャで2人にはまって土足でも40年生きるってぐらいの40年すごいですね。丈夫なパキスタン製なんですけど結構いいものを輸入しているような店だったのでそこで購入しました。ペルシャ絨毯とかこれも割とピンキリですよね。そうですね。でもなんかそのお店の人が結構ずっとそういった卸をやってるような方で結構安くこういった絨毯系にしては安く買いました。6万7万ぐらいそんぐらいですかね。あとはこちら頭上にあるペンダントライトが3つちょっと個性的なアイテムたちですけどこれはどちらで？はい、これは代官山のイデアっていう家具屋さんでたまたま見つけたものでベルギーとフランスに展開しているブランドですかね、ザングラっていうメーカーだったと思います、ちょっとだけ高さを変えてみたりとかしてすごく部屋の雰囲気に合いそうだなと思って買ってみたら実際すごくあってちょっと変わってる形なのでお気に入りです、これ結構夜とかはこのライトとか間接照明使ってそうですね感じですかね、結構お部屋は明るくなりますね。意外と光が強くてこのライトメインで使ってますね。で結構ちょっと暗くしたい時とかはこういったアームライトとかつけたりしてますなるほど、ありがとうございます。続いてじゃあ寝室紹介をしていただきたいなと思います。こちらの寝室なんですけどなんか全体的なこの雰囲気のコンセプトそういったところ何かありますか？さっき紹介した LDK はアメリカンヴィンテージみたいな雰囲気を目指してたんですけど寝室はちょっと変えて北欧系のナチュラルな感じをイメージしてちょっとシンプルに作ってます。ちょっとアイテムも少しいろいろまたちょっとお尋ねしたいんですけど一番奥の方からいきたいんですけど、デスクとオフィスチェアですかね、あると思うんですけどこれまずオフィスチェアからちょっとお尋ねしてもよろしいですか？これはハーマンミラーのセールチェアです、結構座り心地が良くて柔らかいので長時間テレワークとかで使用しても全然使えないですと言っています彼がと言ってますなるほどね。あとはじ
じゃあそのちょっと隣にまで行きたいと思うんですけど、こちらベッドサイドにライトですか、これは。はい、これはファンシーラマっていうサイトで買ったツリーオブライトっていう名前のライト兼スピーカー兼充電器みたいな。すごいなんかめちゃくちゃ多機能じゃないですかこれ。あ、そうですね。スピーカーも結構音が綺麗に出るので、すごいいいですし、夜寝るときにここの丸いところにスマホを置いて充電しながら寝たりできます。わあ便利ですね。はい。ちなみにこれおいくらぐらいで購入されたんですか。これだいたい2万円くらいだったと思います。結構じゃあその機能3つでも値段だったら割とコスパはいいかもしれないですね。なるほど、ありがとうございます。はい、ということでさやさん、かいさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ここからはちょっと軽くお話をお伺いしたいんですけど、このお部屋のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなお部屋ですかみたいなところをはい伺いたいんですけど、どうですか。そうですね、この部屋は一言で言うと目指しているところはアメリカンヴィンテージなミッドセンチュリーな雰囲気です。はい、結構暗めの木の色だったりだとか、こういう植物がうまく調和が取れてる上で好きなものを置けるっていうようななんか配置というかインテリアを買ってますというか目指してます。はい、結構そういうちょっとヴィンテージのねアイテムとかいろいろあると思うんですけど、なんか普段インテリアショップでお気に入りのなんかお店だったり行きつけのショップ、セレクトショップとか、なんかそういったところってお二人なんかあったりします？ここの店っていうところはあんまりないかもしれないですね。結構こういったイメージのものが欲しいっていう風なところからネットで検索を始めて、それが店舗にある商品であればそこに実際に行って見てみて、よかったら買う、なかったらネットで買ってみて試してみるみたいな感じですかね。じゃあ本当に行き当たりばったりってわけじゃないですけど、特定のお店で探すというよりかはそうですね。欲しいものがあっていろいろお店を見てみるみたいな。はい。なるほど、ありがとうございます。そしたらじゃあ最後にさやさんとかいさんお二人から何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思うんですけど、何かありますか？そうですね。今のこのお部屋を紹介している私たちのアカウント、インスタのアカウントがあるので、概要欄に書いていただいているそちらの方からぜひ見ていただけたら嬉しいです。基本はお部屋のご紹介、インテリアの紹介みたいなのをされてる。はい。あとはちょっと旅行に行ったところとかで気になったものとか、そういうのもあれば更新していきたいなと思ってます。はい、というわけでじゃあ気になる方いらっしゃったらぜひインスタ概要欄の方からチェックしてみてください。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはさやさんとかいさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。